Surface Pro と MacBook Pro の比較、買うならどっち？ではこの2つをですね、まずは8個の項目に絞って、Surface Pro 7と MacBook Pro とでそれぞれどんな人がおすすめか。どうもこんにちは。サーフェスファンチャンネルの高風です。このチャンネルではサーフェス製品のレビュー動画やサーフェスに関する役立つ情報などをアップしていってます。また、コメント欄の方では僕の使い方、私の使い方ではどのサーフェスがおすすめみたいな購入相談なんかも受け付けてます。僕でよければ、無料でアドバイスいたします。そして本日のテーマはサーフェスプロと MacBook Pro の比較、買うならどっちということで、お送りしたいと思います。はい、これはもうね、永遠の対決ですよね。もう Windows 対、Mac という、突き詰めるとね、そういう話になってくるんですけども、特にね、とりわけそのSurface Pro 7と、MacBook Pro 13インチにスポットライトを当てまして、その比較動画としてですね、今日はお送りしたいと思います。というか、Surface ファンチャンネルなんだから、Surface のことをいいっていうに決まってんじゃないのって思っているそこのあなた、安心してください。僕はですね、まあまあの Apple 信者でもありまして、こういう風にね、MacBook Pro とか、Apple Watch と今ねカメラで、使っているのが iPhone 12 Pro、 そしてAirPods Pro とか、あとはサブモニターとしてね今使ってます iPad Pro、10インチなんかも使ってます。なので、まあまあのですねApple 信者でもあるんですね。その上ですね、仕事でもがっつり、Mac の方も使ってますので、ちゃんと Apple のね、良さも分かった上で比較レビューというのをしていくつもりです。この動画ではですね、プログラマー歴一応15年の僕がですね、今はウェブエンジニアとしてやってるんですけども、実際にね、仕事としてちょっと使っていてどうだったのかというところをまた、本当の利用者の声としてユーザーリアルボイスとしてお伝えしたいと思います。この動画最後まで見ますと、Surface Pro と MacBook Pro は、どう違うのか、Surface Pro のメリットデメリット、MacBook Pro のメリットデメリット、Surface Pro と MacBook Pro 買うならどっちがいいっていうところが、わかるかと思います。それでは行きましょう。GO! はい、まずはじめに、比較対象の、PC をちょっと紹介します。まず Surface Pro の方なんですけど、こちらは Surface Pro 7で、一応今 Surface Pro シリーズの中では一応最新のものとなってますね。Surface シリーズの中でも、おそらく一番売れているモデルなのではないかなと思います。一応スペックの方は Core i5、8GB メモリ、256GB のストレージとなっています。で、MacBook Pro の方なんですけど、こちらは MacBook Pro 13インチ、インテルチップ版の方ですね。スペックの方は Core i5、16GB メモリの 512GB ストレージとなっています。今ですと、最新ですと M1 チップ版の MacBook も出てるんですけども、ちょっとね、前回の動画でも紹介したんですけど、M1 チップ版の方はですね、まだちょっと2画面外部出力がちょっとできなかったりとか、使えないアプリがあるとかですね、といった事象がちょっとまだ、見受けられるので、ちょっとまだ僕としては、仕事として使うにはどうかなっていうところがありますので、やっぱりね、安定のインテル版を、最近ちょっと購入しましたので、これとの比較になりますね。はい、ではこの2つをですね、まずは8個の項目に絞って、ちょっと比較を紹介していきたいと思います。比較といってもですね、僕のちょっと主観はかなり入ってはいますので、そのあたりはねちょっとご了承ください。一応僕が実際にこの2つをね仕事として使った上でどのようなことを感じたかっていうところをお伝えするところですので、それをねちょっと踏まえて、ご覧ください。はい、まず最初の項目としては、操作性はどっちの方がいいかというところですね。これは Windows がいいかMac がいいかっていうところで、その Surface がいいか MacBook Pro がいいかっていうところではなくて、その OS の話にはなってくるんですけども、個人的な、結論としてはやっぱりなんだかんだで Windows の方がサクサクキビキビ操作できていい印象があるなっていう感じですかね。例えばね、一例を挙げますと、アプリケーション切り替えってよく、あると思うんですけど、
本当に一例ですよ。アプリケーション切り替えって Windows だったら Alt タブでこうやってやるかと思うんですけども、これがね、こういったところからやっぱり早いかなっていう気がしてるんですね。 Windows の方はもう押した瞬間にすぐ出てくる感じがするんですけど、 Mac の方に関してはコマンドタブでアプリケーション切り替えをするんですけども、これが僕にとってはちょっとね、こう出るのがね、やっぱ少し遅い、少しテンポ遅いみたいな感じなんですね。で、しかも Mac に関してはこれ本当にアプリケーション単位の切り替えになりまして、さらにアプリケーション内のウィンドウを切り替えるにはまた別のショートカットキーを押したりとかですね。で、それが美しさを追求している結果なのかもしれないんですけど、そういったね、ちょっとワンテンポ遅いなっていうところはありますね。これ以外にもワンテンポちょっと遅いなと感じることが何個かやっぱあるので、全体的な操作感としては僕はやっぱり Windows の方が好きですね。はい、続いて性能としてはどっちがいいかっていう比較なんですけども、これ実はですね、意外と使っているパーツの性能の比較としては意外と同じくらいなんですね。例えばね、今ちょっとこういう画像をお見せするんですけども、こちらはですね CPU のベンチマークの比較となりまして、どちらもね Core i5 としての比較なんですけども、スコア的にはあまり変わらないんですね。なんか MacBook Pro の方は結構いい CPU 積んでんのかなっていうような気はしてたんですけども、実は意外と同じぐらいのスコアでして、ほとんどあまり変わらないですね。逆に Surface Pro 7でこんな薄さでこのタブレットにもなるのに、こんないいパーツよく積んでるなっていう気はしてます。他にも一応メモリもですね、どちらも LPDDR4X っていう形で、同じ転送速度だったりとか、ストレージの方も PCIe 接続なんで、2000Mbps が出るっていうところで、使ってるパーツとしては結構同じぐらいっていうのが、結論なんですね。そうは言ったものの、性能に関しては僕厳密な比較はちょっとできないかなと思ってます。というのも結局そのハードウェアがですね、CPU とメモリとストレージのハードウェアが違くても、上に乗っかっているこのね OS がね違うと、やっぱりそのハードウェアの使い方も変わってくるので、厳密なねハードウェアとしてのその性能比較しても、あまり意味ないのかなっていう気はしてます。はい、続いて価格はどっちが安いっていう比較なんですけども、価格はどっちが安いかというよりはですね、買いやすさとトータルコストという点では、僕は Surface Pro 7の方がですね有利かなと思ってます。この、価格の通りなんですけども、例えば MacBook Pro はですね、このインテル版の最低価格としましてはこれ税抜きなので税込みで207,680円からとなっているんですね。それに対してSurface Pro 7の方はですね、大半の人が 16GB メモリとか必要なかったりとかするので、一番ね、鉄板スペックと言われる Core i5-8GB メモリ 256GB ストレージのやつが 153,780 円で、これプラスタイプカバーをつけると 171,820 円からなので、買いやすさっていう意味では Surface Pro 7の方がですね、買いやすいというところですかね。ただ見落としどころなのが Surface Pro 7ね、この中にオフィスソフトも Word、Excel、PowerPoint のオフィスソフトも標準付属してるんですね。結局 Mac を使う場合ですね、実務を想定するとオフィスソフトで結局必要になりがちなので、追加でね Mac 用オフィスを買うと別途2万円くらいかかっちゃいます。そういう意味では買いやすさに加えてトータルコストという意味でもですね Surface Pro 7の方に僕は軍配が上がるかなっていう気がしますね。ちなみに Mac はね、これ買ってからも結構ね外部のアプリ、サードパーティーアプリをですね買い足すことになったりするんですね。なので、最終的なそのトータルコストっていう意味ではやっぱり Surface Pro の方が安いかなっていう気はしてます。はい、続いて、Surface Pro と MacBook Pro で持ち運びやすいのはどっちっていうところなんですけども、これはねスペック見れば分かる話ではあるんですけども、やっぱり、軽い Surface Pro 7の方が、一応やっぱ持ち運びやすいです。そもそもね、重さが、こっちタイプカバー合わせても、だいたい 1080g で、MacBook Pro がですね 1400g ってなってるんで、結構ねその 3,400g ぐらいの差は大きいかなっていうところですね。実際カバンに入れてもですね、Surface Pro 7本当にカバンに入れてても 1kgなのでやっぱり軽いなっていう気はするんですけども、それに比べてね MacBook Pro の方は 1.4kg あるので、ちょっとねカバンに入れるとずっしりくる感じはあります。しかもですね、このフットプリントといいますか、結構この風にね見てもらえば分かるんですけど、やっぱり
横幅感としてもこのようにですね Surface Pro 7の方が、小さいというかサイズ感としてはコンパクトなので、そういった意味でもね、持ち運びやすさはあるのかなっていう気がしますね。はい、続いて液晶は、どっちが見やすいっていう比較なんですけども、液晶の見やすさに関してはやっぱり MacBook Pro の方がですね、いいですよね。これはシンプルにですね画面サイズが1インチ大きいからとも言えますね。Surface Pro の方が 12.3 インチに対して MacBook Pro の方が 13.3 インチありますので、シンプルに1インチ大きいんですね。ただ解像度としては実は Surface Pro 7の方が高解像度ではあります。あとはね Mac でよく言われるのがフォントが綺麗とか、よく言われるので、そういったねところでの液晶の見やすさもあるのかなっていう気はしますね。単純にちょっと美しいっていう印象は受けます。ただ僕はね液晶に対してはねこうも思います。ノート PC 単体の方では MacBook Pro の方がちょっと見渡しやすいのかなという気はするんですけども、デスクトップ化するんだったらSurface Pro 7の方が使い勝手がいいなっていう気がするんですね。なぜかというとデスクトップ化するときはねやっぱ外部モニターにつなげるかと思うんですけども、このようにですね外部モニターにこうつなげて、操作するんですけども、ここが結構ね邪魔になるんですよね。デスクトップ化するときは、外部のキーボードと、マウスとかを出して操作しますけども、ノート PC スタイルなのでこの部分がねがっつり邪魔だったりします。はい、それに対して Surface Pro 7の方はというとこのようにですねやっぱりタブレットプラスこのキックスタンドがめちゃくちゃいい感じに効果を発揮してくれまして、ここの部分がねキーボードが取り外せるので、多分邪魔にならないんですね。こうだからマウスをダイナミックに、操作することができて、すっきりしますよねこっちの方がね。なおかつこれがねサブモニターとして結構いい感じになってくれるんですよね。そこがね Surface Pro 7の良かったところかなっていう気はします。はい、続いて、アプリの使い勝手どうっていう比較なんですけども、これはね主にサードパーティーアプリのことを指します。Mac や Windows でよく使う外部アプリの使い勝手はどうっていうところなんですけども、これはねやっぱり Windows である Surface Pro の方がですね優れているかなーっていう気がするんですよね。僕ウェブ開発というかウェブエンジニアとしてやってまして、よく使うアプリがですね WinSCP という、FTP ソフトなんですけど、これがね無料で、使えたりするんですけど Mac の方は、そういうのがね無料であるにはあるんですけど、ちょっと満足のいかなかったり Windows のアプリほど、そんなに多機能ではなかったりするんですよね。しかも、有料で買ったりします。僕は Mac の場合はフォークリフトっていう、FTP アプリ使ってるんですけど、これはね、有料で購入したりしてます。であとバッテリーの持続時間はどっちがいいっていう比較なんですけども、これ一応スペック上は最大 10.5 時間、Surface Pro 7が最大 10.5 時間で MacBook Pro が最大10時間と出てはいるんですけども、体感的にはなんとなく Mac の方が電池の使い方がうまいかなっていう気はしてますので、これはね別に Mac の方がいいかなっていうちょっとだけ思います。Surface Pro 7はね結構電池は減る使い方によるんですかね。ちょっと早いなっていう感じた部分はあります。とはいえ僕ほとんどオフィスでですね、こういう風に外部モニターつなげて使ってるんで、あんまりバッテリーの持ちを気にしたことはないんですね。なので電源が確保できる場所で作業できるんであればバッテリーはそこまで気にしなくていいかなっていう項目ですね。はい、続いて、キーボードの打ち心地はどっちがいいっていうところなんですけども、これはねもう僕は完全に MacBook Pro の方に軍配を上げたいですね。やっぱりなんかね、気持ちがいい感じがするんですよね。 MacBook Pro の、キーボード、このね、ペチペチした感じが、好きでして、僕個人的に大好きでして、あとねやっぱりこのボディが合成感がしっかりしている中でこのペチペチした感じがしやすいのかなっていう感じがしますので、なんていうんですかね、こう冷静と情熱の間のキーボードみたいなっていうことなんですけど、キーボードに関しては僕は Mac の方が、好きですね。それに対して Surface Pro 7の方はと言いますと、外せるからっていうのもあるんですけど、このね空洞部分が Surface Pro 7空洞がありますので、やっぱりこの空洞部分があるからなのかちょっとベコベコした感じはしますよね。でも全然悪くはないんですけど、Mac の方が良かったなっていう話です。あとはそれに加えて、MacBook Pro の方が、トラックパッドが結構
優秀ですよね。これはね、ハードウェアとこのソフトウェアでうまく密接に関わって作られてるっぽいので、やっぱりよく言われますけど Mac のトラックパッドは使いやすいなっていう気がします。というわけで、今僕が比較した項目に関して表にまとめるとですね、一応こんな感じになります。なので一応この項目に関しては4対3で Surface Pro 7の方がトータルではいいかなっていう気がしますね。これはもう人によって違うので何とも言えないんですけど、僕個人的にはこんな比較の結果にまとまりました。はい、それでは Surface Pro 7と MacBook Pro のそれぞれメリットデメリットをね、紹介していきます。まず Surface Pro 7の方なんですけども、やっぱり Surface Pro 7はそもそもがやっぱり Windows PC なんで、こういう風にね、外付けモニターとかつなげて、Windows PC として使えることができます。でそれに加えて、タブレットになるので、例えばですね、こういう風に取り外して、電子書籍として漫画を読んだりすることも、できますし、あとはですね、このタッチパネルっていうことと、この電子ペンを使いましてデジタルメモ帳といいますか、こういう風にね、絵も描けるっていうところですね。これは MacBook Pro にはもちろんできないことなので、いろんなね Windows PC を踏まえてもこれらができる PC っていうのはなかなかないので、それが Surface Pro 7のやっぱりメリットなのかなっていう、気がしますね。でデメリットとしては他の動画でも上げたんですけど、やっぱりねこれ5のスペックですと、一応ファンレスで、これ自体は音がしなくてとってもいいんですけど、若干ね、負荷をかけすぎると、熱に弱いっていうことがあります。その解決方法は僕見出してまして、こういうようなねノード PC クーラーを使うだけで結構パワフルに使えることができます。これで Surface Pro 自体をですね冷やして使うことでパフォーマンスを落とさずに使えることができるんで、この方法は結構おすすめです。それでは MacBook Pro の方のメリットデメリットを紹介します。よくね言われるのが iPhone との親和性が高いですよとよく言われるんですけども、例えば AirDrop を使って iPhone に撮った写真をですね簡単に Mac の方に送れるっていうのがあるんですけど、僕ねこれはそこまでメリットと思っていなくて、AirDrop よりかは結構 Google フォトとかを使って写真をねやり取りした方が楽かなっていう気がするので、それに関しては僕そこまで思ってないんですけども、やっぱりねちょっとエンジニア目線といいますか、かなりエンジニア寄りの話なんですけども、やっぱ一番これがいいなと思っているのが iPhone のサイトをウェブデバッグできるところですね。これはね Mac にしかできないことなんですけど、 iPhone のサイトスマホサイトをですね解析したい場合に iPhone と Mac をつなげてですねサファリの機能を使ってウェブデバッグっていうのをすることができます。ちょっとねこれは使う人が限られるかもしれないんですけど、僕にとってもめちゃくちゃ必要な機能となってますね。で一応デメリットとしては Mac のデメリットとしてはなんだかんだでトータルコストかかりますよと。で、買い出しの値段もそうなんですけど、後で買っていくアプリもやっぱり有料だってあったりすることが多いので、やっぱトータルコストはかかりますよっていうところですかね。あとは意外と故障もするよっていうところですね。これは、Windows PC も言えることなのかもしれないですけど、 Mac もね別に Mac だからっていう大丈夫ってわけではなくて、結構ね僕今まで2回ぐらいねバッテリー膨張でこの MacBook Pro 自体が膨らんでなんか故障したこともあったんで、やっぱね意外と Mac も故障するんだなっていうのは個人的な所感としては思っています。はい、そして、Surface Pro 7と MacBook Pro とでそれぞれどんな人がおすすめか、っていうところの僕の回答なんですけども、まずね Surface Pro 7、こちらに関してはですね、3つありまして、Surface Pro か MacBook Pro かで、迷っている人ですね、迷っている人だったら僕は Surface Pro 7の方が結果的に、いろいろいいのかな、トータル的にいいのかなっていう気がします。買いやすさであったりとか、使いやすさとかですかね。音質とかもね、結局 Windows の方が使いやすいので、そういう方はですね、僕は Surface Pro の方がおすすめです。あとは、ファンレス Core i5 モデルを選べばファンレスなので、スマホタブレットみたく、静かに使えますね。静かな環境で使う人とかも、結構おすすめです。そして、さっきのメリットでも挙げましたタブレットとしても兼用したい人ですね。電子書籍とか
あとは絵を描いたりとかっていうのはすごいタブレットのモードがすごい生きてくるので、そういった方は Surface Pro 抜群におすすめです。で MacBook Pro のおすすめな人はどんな人っていうのは、僕の回答ではですね、やっぱこちらも3つ挙げますと、まず iOS アプリを開発する人、これに関してはもういやおなしに Mac を選ぶしかないと思います。で、あと先ほどお見せしたように、Web エンジニアの方ですね。さっきみたいに、Web デバッグ、iPhone のスマホサイトを、Web デバッグとかできるので、そういう機能を使うことを考えると、Mac は Web エンジニアの人にはもうおすすめですね。あとUnix ベースの OS っていうのも結構やっぱ効いてくると思いますね。そして最後に、やっぱり Apple 製品が好きな人ですね。今まで僕が言ってきたですね、いろんな比較とか、その紹介とかね、そういうのはもう抜きにして、Apple 製品が好きな人は、やっぱ Mac をね、買うべきですよ。もうそれに、もうつきますね。はい。はい、というわけで、結論なんですけども、トータル的に考えると、僕としては Windows である Surface Pro 7の方が、おすすめかなっていうところです。これ持論なんですけど、PC というのはですね、やっぱりもうただのツールの手段なので、このツールを使ってですね、あなたは最終的に何をしますかというところに帰着するんですよね。例えばレポート書いたりとか、僕みたいにプログラミングだったりとか、あとはもう動画編集、画像編集とかですかね。それらのことを結局するのに何が一番最適な PC なのかっていうのを考えると買いやすいのかなっていう気がしますね。そういう意味では大体のことはですね、Surface Pro 7の方が合ってるのではないかなっていう思います。iOS アプリを開発するとかではなく、そして Apple のことがめちゃくちゃ好きだよと、Apple 信者ですよというのでもなければ、Windows である Surface Pro の方が、何かとメリットはあるのかなっていう気がしますね。というふうな、結論ではあるんですけれども、本当に最終的には好きなものを買ったらいいと僕は思います。どちらの方もですね、優れた OS であり、優れた PC であることは間違いなので、究極ね、iOS アプリを開発するっていう以外でしたら、大抵のことはできます。だからやっぱ好きなものを買ったらいいっていう、ところになっていくんですよね。はい、概要欄の方では Surface のですね、キャンペーン情報などを、なるべく最新にしてね、更新はするようにしています。Surface ファンチャンネルでは、このような比較動画とかも、アップしています。Surface をですね、すでに持っている方や、Surface でちょっとこれから買おうかなと思っている方は、チャンネル登録していただけるとお役立ち情報をお届けできるかもしれません。それでは以上になります。バイバーイ。